なりたいチャンネルです。魔王学院の不適合者、第1章、魔王学院編、第9話、魔力測定、第10話、適性検査、朗読を始めます。魔王学院の不適合者、第9話、魔力測定。実技試験を終了します。合格者アノス、ボルディゴードは、大鏡の前へ移動してください。上空からフクロウの声が響く。大鏡の間は、闘技場から出てすぐそこだ。魔法障壁が解除されたのを確認すると、俺は元来た出入り口に引き返す。待てー、いて、殺せすー。おっと、忘れていた。振り返り、ゾンビと化したゼペスを見る。さすがにこのままでは哀れだろう。インガル、お使い、不死化を解いてやる。ついでにリオルグも生き返らせておいた。全く殺したら死ぬわ。ゾンビになったぐらいで正気を失うわ。世話の焼ける奴らだ。リオルグとゼペスは何か言いたげな目で俺のことを見ていたが、言葉を発することはなかった。あまりの正論にグーの音も出ないに違いない。じゃあな。強くなったらまた来い。いつでも相手をしてやる。そう言い残し、闘技場を後にする。二度とごめんだ、化け物め。そんな声が背中にかけられた。フクロウに言われた通り、俺は大鏡の間にやってくる。姿見よりも大きな鏡がいくつも置いてある部屋だ。中にはすでに多くの魔族たちがいた。ざっと100名ほどか。実技試験の合格者たちだろう。その中に見知った顔があった。よう、ミーシャ。プラチナブロンドの長い髪をふわりと揺らしながら、少女は振り向く。戦うのは苦手だって言ってた割に、実技試験を突破したみたいだな。たまたま。ミーシャはそう言うが、さすがにたまたまで5人抜きはできないだろう。案外、ゼペスやリオルグよりも実力があるのかもしれない。ところで、この後は何があるんだった？聞いたような気もするが、特に興味がなかったので覚えていない。実技試験に合格すれば、入学は決定。残りは魔力測定と適性検査。ということは、ここにいる奴ら全員が同級生になるというわけか。ざっと視線を巡らす。しかし、様子がおかしい。誰も俺と目を合わせようとしないのだ。視線が合った瞬間、怯えるように目を背ける者もいた。なんだ、人見知りする奴らだな。違うと思う。だが、目を合わせようともしないぞ。アノスの魔法に怯えてる。というと、イグルム。なるほど。それを知ってるってことは、ミーシャは観客席にいたのか？ミーシャは無表情で首を横に振った。合格者は試験の様子が見られる。そう口にして、ミーシャは目の前の大鏡を指さす。そういうことか、と俺は合点が言った。この部屋の大鏡にはデルゾゲードのあらゆる場所を映す遠見の魔法がかけられている。ミーシャは遠見の大鏡を通して、俺の実技試験の様子を見ていたのだ。しかし、イグルムに怯えるというのは消せないな。大した魔法じゃないと思うが。ミーシャは無表情でじーっと俺の顔を見つめている。ひどいか？コクリ、とミーシャはうなずく。ちなみに聞いておくが、どのぐらいひどい？ミーシャは表情を変えずにじっと考える。鬼畜下道魔法。はは。また。手持ちの魔法の中でも、イグルムは健全な方だぞ。爽やかな声が出た。ミーシャはまたじっくりと考え、小さな声で言った。撤回する。そうだろ。魔法じゃなくて、アノスが鬼畜下道。今の破本の冗談だ。速攻で訂正した。鬼畜下道の汚名を被るぐらいなら、多少の嘘はやむを得ないだろう。そもそも転生したばかりで、この時代の価値観が今一つ分かっていないのだ。よかった。信じてもらえたので、ふう、と胸を撫で下ろす。でも、ミーシャは怯えないんだな。怖いものはない。それは、意外な台詞だ。見かけによらず、度胸があるんだな。普通。そう淡々と喋るミーシャが怖がるところは、確かに想像がつきづらい。ぼんやりしているとも言えるが、物おじしない性格なのだろう。そんなことを考えていると、フクロウが飛んできた。ただいまより、魔力測定を行います。魔力推奨の前にお並びください。測定後は隣の部屋に移動し、
適性検査を行います。魔力水晶？聞いたことのない魔法具だな。そもそも神話の時代では魔力を測定する方法がなかった。どうやら退化したものばかりではないということか。で、その魔力水晶はどこにあるんだ？こっち。ミーシャが歩き出したので、俺はその後についていった。他の受験者たちも場所を知っているようで、しばらくして数本の列が形成され始めた。どうやら、魔力水晶はいくつもあり、各箇所で測定が行われているようだ。その様子を見物してみる。魔力水晶は紫色の巨大なクリスタルで、大鏡とセットになっていた。クリスタルに触れると魔力を検知し、その結果が大鏡に映し出されるようだ。126、218、98、145。大鏡の前にいるフクロウが数字を口にしている。それが測定した魔力というわけだ。肌感覚でしか知ることのできなかった魔力が数値化ができるとは、便利な時代になったものだ。魔力測定は数秒で結果が出る。列はみるみるうちに進み、ミーシャの番だった。頑張れ。結果は同じ。確かに頑張ったところで魔力が増減するわけでもないか。まあ、でも、頑張れ。ミーシャは無表情で俺をじっと見る。そう返事をして、彼女は魔力水晶に触れた。数秒後、大鏡に結果が表示される。100246。思わず、俺は感心した。これまではほとんど3桁台の数字が続いていたのに、10万超えとは、ミーシャは思った以上に魔法の才能に優れているようだな。すごいな、ミーシャ。そう褒めると、少し照れたのか、彼女はうつむいた。アノスは、もっとすごい。ああ。そう口にして、俺は魔力水晶に触れた。魔力を測るのは初めての経験だが、果たしてどのぐらいの数値になるのか？ひょっとすると億を超えてしまうかもしれないな。そうなれば、さすがにこの時代の鈍い連中どもも、俺が始祖だということを理解せざるを得ないだろう。ゼロ。フクロウが言うのと同時、バシュンと音を立てて魔力水晶が粉々に砕け散った。計測は終了しました。適性検査にお進みください。魔力水晶が壊れたことを、あまり気にしていないように見えるな。そう言われても、ゼロはありえないと思うぞ。それでは魔法は使えない。考えればわかることだが、フクロウは言った。計測は終了しました。適性検査にお進みください。使えない使い魔だな。使い魔は命令に従うだけ。ミーシャがそう言った。まあ、そうみたいだな。じーっとミーシャが俺の顔を見つめる。どうした？初めて見た。何がだ？魔力が強すぎて魔力水晶が壊れるところ。ああ、なるほどな。魔力水晶の破片に魔眼を働かせ、その構造を解析したところ、どうも触れたものの魔力に反応し水晶を肥大化しているようだ。水晶の体積がどれだけ増えたかを計測して、それを数値に変換しているというわけである。しかし、一定以上の魔力になると限界を超え、体積を増やすどころか、激しい魔法反応により粉々に砕け散ってしまう。便利なものができたと思ったが、これでは俺の魔力を測るなど到底できないだろう。ゼロじゃなくて、測定不能ってことにしておいてくれればいいのにな。無理。なんでだ？魔力水晶は壊れない。壊れたぞ。一瞬口を閉ざし、ミーシャは淡々と言った。アノスは規格外。でも、ミーシャには分かったわけだろ？魔眼は得意。他の人には無理。魔力が強すぎて魔力水晶が壊れたということが、他の人には分からないという意味か。それに、どうもこの入学試験は、使い魔に任せきりのようだからな。命令されたことしか実行できない使い魔は、そもそも魔力水晶が壊れた時の対処をろくにできない。せいぜい新しいものを用意するぐらいだろう。俺の魔力がゼロということと、魔力水晶の破壊は無関係だと判断されるわけだ。わかる人にはわかる。でも、大体無理。やれやれ。学院側にまともな人材がいればよかったのだが、まさか入学試験で魔力水晶を破壊するほどの魔力の持ち主が来るとは想定していなかったのだろう。しかし、魔王の始祖が転生するという話は語り継がれていただろうにな。ミーシャも初めて見たと言っていたし、そもそも、
魔力水晶は絶対に壊れないことが前提なのかもしれない。それもこれも、この時代の魔族の魔眼が脆弱だからだろう。よく深淵を除けば、一定以上の魔力を超えた場合、魔力水晶が破壊されることが分かったはずだ。それとも、魔王アノスであっても、そんな規格外の魔力を持っているわけがないと決めつけていたか？だとすれば、俺も舐められたものだな。とはいえ、たかだか数字にこだわるのも大人げないか。俺の魔力が減ったわけでもあるまい。まあ、ミーシャが分かってくれたからいいことにするか。そう？おう、ありがとな。無表情で考えた後ミーシャは言った。どういたしまして。第10話、適正検査。次はそこの部屋に行けばいいのか？ミーシャはこくりとうなずく。適正検査が行われている部屋に入ると、石像の上にいたフクロウが口を開いた。魔法陣の中心に入り、適正検査を受けてください。床にはいくつもの魔法陣が描かれており、すでに適正検査を受けている生徒たちはその中心に立っていた。おう、後でな。ミーシャは空いている魔法陣の中心まで歩いていった。俺も適当な魔法陣を見つけ、その中心に立ってみる。すると、頭の中に声が響いてきた。適正検査では、暴虐の魔王を基準とした思考適性を測ります。また暴虐の魔王に対する知識の簡単な確認を行います。思念を読み取るため、不正はできません。思念通信リークスの応用か。思念の読み取りでは嘘をつけないというのは未熟な使い手の話で、別段不正をするのはさほど難しいわけではない。もっとも、特に不正をする理由もないわけだが。では最初に、魔王の始祖は名前を呼ぶことさえ恐れ多いとされていますが、その本名をお答えください。迷うまでもない。アノス・ボルディゴードだ。神話の時代、始祖はディルヘイドを壊滅させる、ジオグレイズの魔法を使いました。これにより、ディルヘイドすべてが焦土と化し、多くの魔族の命が失われました。なぜこのような暴挙を行ったのか、この時の始祖の気持ちを答えなさい。懐かしい話だ。なぜディルヘイドを、ジオグレイズで焼き尽くしたのかといえば、寝ぼけていたのである。あの時は勇者カノンとの長い戦いの最中だった。寝ても覚めても考えるのは奴のことばかり、いつも気を抜かないように、常に臨戦態勢を維持していた。おかげで夢でまでカノンと戦う羽目になったのだが、それでついついうっかり魔法が暴発してしまったというわけだ。しかし、この質問、微妙に間違っているな。確かにディルヘイドは焦土と化したが、魔族は一人も死んではいない。寝ぼけていたとはいえ、とっさに魔法を制御して、誰も殺さないように絶妙な力加減でうまく国を焼いたのだ。それぐらいのことができなければ、魔王とは言えまい。逆らう者は皆殺し、というのが始祖の信条であったと言われていますが、これが魔王として正しい理由を、あなたの考えで述べなさい。引っ掛け問題か。逆らう者は皆殺し、などといった覚えは一度もない。殺す必要がなければ、殺さないというのが俺のやり方だ。ただあの時代では、殺した方がより多くを助けられた。それだけのことに過ぎない。では、続いての問題ですが、などと、適正検査は続く。とはいえ、すべては俺に関する質問ばかりだ。当然答えられないわけがなく、特に迷うことなくスラスラと回答をした。それから30分後、適正検査が終了し、俺はその部屋を後にする。帰り際に何やら入学について説明していたフクロウの言葉を軽く聞き流して、大鏡の間を抜ける。すると、外にミーシャが立っていた。何をするわけでもなく、ぼんやりと虚空を見つめている。何してるんだ？声をかけると、ミーシャは顔をこっちに向けた。相変わらず無表情だ。待ってた。俺を？こくりとミーシャがうなずく。後でって言ったから。そういえば、言ったな。悪い。適正検査で今日はもう終わりだったんだよな。しかし、わざわざ待っていてもらったというのに、このまま、じゃあまたな、と返すのは気まずいな。そんな度量のないことをするわけにはいかない。なら、合格祝いに、遊んでいかないか？ミーシャは無表情のまま、ほんの少し首をかしげる。私と？おう。いいの？俺が誘ってるんだ。
何を考えているのか、ミーシャはうつむいて黙ったままだ。用事があるなら別にいいぞ。行く。そうか。じゃ、とりあえず家に来ないか？多分、母さんがごちそう作って待ってるだろうからな。ミーシャはこくりとうなずく。よし。捕まりな。手を差し出すと、ミーシャはそこにすっと手を置いた。こう？それじゃ、置いてかれるぞ。フレス、なら使える。フレス、というのは空を飛ぶ魔法のことである。なかなか使い勝手はいいのだが、移動するならもっと適した魔法がある。いいから、もっと捕まってみろ。わかった。ミーシャは素直に俺の手をぎゅっと握った。地面に魔法陣が浮かび上がり、目の前の風景が真っ白に染まる。次の瞬間、目の前には火事、艦艇や、太陽の風の看板が見えた。木造で、2階部分が住居になっている。着いたぞ。俺の家だ。そう口にするが、ミーシャはじーっと目の前の看板を見つめたままだ。表情に変化はないのだが、なんとなく気配で驚いているというのがわかる。魔法？おう、ガトム、だ。簡単に言えば、空間と空間をつなげて一瞬で移動する魔法だな。一瞬、ミーシャは口を閉ざす。それから、つぶやくように言葉を漏らした。失われた魔法。聞き覚えがないな。なんだそれ？使い手がいなくなった魔法のこと、主に神話の時代に失われた。なるほど。2000年の間に随分と魔法術式は退化しているようだし、存在は知られているものの、使い手がいなくなった魔法もあるのだろう。特に、ガトムは俺が開発した魔法で、もともと神話の時代でも使い手は少なかった。アノスは天才？と思わず笑ってしまう。本気？いやいや、悪い。これぐらいで天才って言われるのがこそばゆくてな。天才だというのを否定するわけではないが、どうせなら、誰にも真似できない魔法を見せた時に言われたいものだ。アノスは何者？魔王の始祖だ。ずっと無表情だったミーシャが目を丸くして驚いた。転生した？信じるか？ミーシャはじっと考え、聞いた。証拠は、ある？やはり、そこが気になるだろうな。俺が証拠だ。この俺の魔力がな。もっとも、この時代の連中は魔眼が弱すぎて、俺の力の深淵を見ることさえできないようだが。困ったようにミーシャが溜まり込む。本来、魔王というのは力で証明するものなのだ。しかし、純潔だの、皇族だのと表面的なことばかりを気にするこの時代では、少々俺の考えとは違うのかもしれないな。アノスの魔力は膨大。私にもそこが見えない。ミーシャに見えないなら、ほとんどの連中にはわからないだろう。これ以上、困らせても仕方あるまい。まあ、そのうちわかる。行こうぜ。俺は家のドアを開けた。次回は、魔王学院の不適合者、第11話、合格祝い、第12話、魔王の友達、高評価、チャンネル登録、お願いします。